大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。もう1月も終わりですね。今日は1早月30いです日。ね。まだ年が明けたばっかりと思ってましたら本当ですね。まあでも年明けからいろんなことがもうすでにありましたよね。本当ですね。まだ1ヶ月なんですけどね。なんかこういいニュースを探そうとするのが難しいぐらい、もう世の中もざわざわ、もう本当にいろんなことがあって、まあ北朝鮮の水爆実験だったりとかですね。あとはサウジアラビアとイランがこう仲違いしてしまった国交を断絶したとか、ちょっと世界情勢も心配なことがいろいろありますよね。そうですね。地震もありましたね。どっか、外国で地震があったりとか、大きな地震が、そういうこととかでいろいろざわざわしてるんですけれどもね、でもこの、ラジオ番組を通して皆さんにはちょっとホッとする時間をね作っていただきたいなと思います。そうですね。なんか芸能ニュースとかもね、いろいろ出てましたけどね。そうですね。何でした？神田正輝さんと、ありましたね。三船美佳さんのすごい、年齢差の、本当かどうかわからないですけれども、っていうことで、ベッキーさんとか、ありましたね。有名人だからきっとね、話題になってしまうので、お気の毒な感じもしますけれどもね、お食事に行ったりしただけでもね、いろいろ噂をされてしまったりとかね、私あんまりこう興味がないので、私合ってると思うんですけど、結構、合ってもよくわからない。直接お会いになってるってことですね。そうです、そうです。で、一緒にいる方が、あの人はテレビに出てるなんとかさんだとかって、一緒にいる人たちが言われるんですけど、そうなんですねって言って、そばで見てもよくわからないっていう。そうなんですね。あるんでね、向こうの方が逆に意識されてるんで目立っちゃったりしますよね。でも見られてないか見られてないかみたいに、こう有名な方って、やたらなんかこう大きなマスクをして、なんかキョロキョロしながら新幹線に乗ってきたりとか、そういうこととかもね、あるので、そうなんですよね。だからもう実は先生お会いになってるんですね。結構合ってるかもしれません。そうやってあの人って言われるので、ですから、よくなんでこんな話になったんですか有名人の話、有名人の方は苦労がありますよね。身を隠していろいろお食事も行かなきゃいけないし、個室があるとこじゃないとダメだろうし、行きつけのお店だったりお休みの日にね、きっと大変でしょうね。本当にお気の毒かなと思ったので、なんかこんな話になっちゃいました。それでは先生、今日は久しぶりな感じがしますね。では今日はお裾分けいきたいと思います。大森和代の愛のお裾分け。ゆみちゃんにじゃあ読んでいただきます。今日は、ゆうみさんからのご質問になります。主人と三姫神様のお参りを済ませ、幸運を招くという、大社の縁みくじを引くことにしました。主人はオレンジの勾玉で友人との縁。私は黄色の勾玉、お金との縁。留守番している娘にもと、彼女を思い念じながら一つ引き袋にしまいましたが、家に帰って渡そうとするのですが、どこにも見当たりません。カバンもありとあらゆるところを探したんですが、ありません。どこかに落としてしまったのか残念でした。その後、仕事で、車に乗って通勤。その翌日も何事もなく買い物に立ち寄り、買い物を済ませ車に乗ろうと思ったら、運転席のシートに何か縁みくじの袋がありました。裏返ってポンと置いてありました。ありえないです。新幹線で大社には行きましたので、車は使っていないですし、通勤でその後2日も乗りましたが何もありませんでした。神様がお届けくださったのでしょうかということです。ありがとうございます。ごめんなさい。お名前がゆうみさん。ゆうみさんありがとうございます。少し前の質問みたいなんですけれども、おみくじではないですね。これは、神社に行かれて、そういうものを買われたんですかね。で、亡くなったものが、戻ってきたっていうことなんですけれども、これは亡くなったという時点で、あまりこれはあってもなくても良いものだということだったということだそうなんですね。
まあでもそういうところに行かれるとやっぱりね縁起を担いでいろいろちょっと今の自分の運気だったりそういうものを見てみたいなと思うのが人間の心情なんですけれども、でも本当のあなたはもうすでに知ってますよということをいつも神様はおっしゃります。自分はもうすでにこの人生本当は一生を全部見させられ聞かさせられて生まれてきているので、何か迷ったり困った時には自分自身でちょっと集中をして自分で自分に解いてみると、自分に聞いてみる。そうするとこっちの方がいいなとか、今はこういうこと気をつけた方がいいかなとか、そんな思いがちゃんと出てくるように人間というのはなってるんですけれども、でもこれがすごく心が疲れていたり体が疲れていたりすると、なかなかその思いが本当の自分の、雑念を取って素の自分になり、そういう思いを自分で自分に聞くということがなかなかできにくい。そういう時にどうしても何か頼りたくなってしまう、そういう気持ちはみんなあるのかなと思います。ですから隠されたというか、そこに本当は必要ないものですよということで、一時娘さんにとっては別にそれはあってもなくてもいいものですよというお知らせでもあったと言われてますので、でもせっかくお金を出したものだったのでそういうふうに戻していただけたということでもありますので、でもこれを見られて娘さんはどうだったのかなっていうのはどこまでは書いてないので、奥様の方、由美さんの方は黄色だったから金運があるということなんですかね。どういうお知らせなのかちょっとわからないんですけど、それに気をつけなさいってことなんですかね。そういうお知らせだったり、あとおみくじとかそういうものも皆さん神社に行くとね行かれたりされますよね。さっきもちょっと栗本プロデューサーのおみくじ借りたんですけど、このおみくじねこうやって小吉とかね出たり、大吉だったり凶だったりいろいろ出るんですけれども、こういうものもやっぱり運試しでちょっと引いてみたいななんて思ったりしますよね。なんかやってたんです、テレビで。名古屋弁のおみくじっていうのがあって、でそれがすごく今皆さんその神社で名古屋弁のおみくじを引くっていうことをしていらっしゃったりとかあるんですけれども、ここが大凶とか出たからって言って今年が本当に悪い年かっていうとそういうことはありませんので、あまりその言葉に惑わされないという、いいこと書いてあるなぐらいで、栗本プロデューサー縛らなかったんですね。みんな縛って帰ってきたりするんですけどね、持ち帰ってこられても全然縛ろうが持ち帰ろうが何しようが大丈夫ですので、ガム吐いちゃっても大丈夫ですね。そんな失礼なことはダメですね。大丈夫なのでね、あまりこの言葉にとらわれないということで、自分の運は自分で作っていくことができますのでね、あまり悪いものが出てもこだわらない。いいものが出たらやったって思えばね、いいふうに何でもいいふうにイメージしていいふうに考えていくということが自分で運を開いていく方法でもありますので、あまり気にされず進んでいっていただきたいなと思います。さっきもそういう話してたら本当に私のスタッフさんが大吉っていうおみくじを引いたらデートで引いたそうなんですね。その帰りに高速道路で大吉引いた後後ろから車に追突されたっておっしゃってましたので、でもそれも災い転じて福となるということでね、何かそういうお知らせだったかもしれませんしね。はい、あまり気にしないということを気をつけてください。はい。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。ゆみちゃんは占いじゃなくておみくじとか買われる？私おみくじ引いたことがないんですよ。ないんですか？はい。すごいですね。あんまり気にしない。気にしないんですね。はい。私もなんか今こんなこと言ってますけど、昔はやっぱり買ったことがあります。おみくじ引いて、で引きますよね。いかにいい場所に縛るかっていうことで、なんか他のジャッジャッと避けたりして目立ついい場所に縛ってですね。なるほど。なんかね、性格が出ますね。いっぱい縛ってありますからね、この時期は。そうなんです1月ですね。初詣とか若い頃ですよ。本当にまだ10代とか、親がなんか神社とか連れてってくれて、引こうかみたいな感じで引いたりして、で悪いの出るともう一回買いに行くんですよ。ですごい私みたいな人ってすごい神社にお金を落としちゃった。
でもこれ意味ないなって分かってからは全く買ってないですね、おみくじもね、お守りもね。いやでもね参考になりましたね。けどね、あまり気にしない方がいいということですね。占いとかも先生そうですかね。そうなんですよね。占いもすごくハマっちゃってってよくね、大森先生の面談回ってこないから占い、その間に占いのとこ行っちゃったら占いにハマっちゃってお金使っちゃってとかっていう方もね、お見えだったりするんですけど、占いももう本当にあまり気にされない方がいいですね。その人の確かに星の動きと、その人の今の状態っていうのは関係が全くないわけではないんですけれども、でも生年月日でね、占ったりとか名前で占ったりとか、じゃあ同じ生年月日の人が同じ運命かというと全然違いますし、同姓同名の方もね違う運命ですから、ですからね、同姓同名だからとか、あと血液型、O 型の人はみんなこうだとかね、そういうこともないですしね。ついついね言ってしまいますけどね、A 型だからとか、何かこう羅針盤みたいなものがね、何かこう迷った時、頼りになるものが欲しいので、そういうものがね出てきてしまうんですけれどもね。でもあまりそれに惑わされないってことですね。別に趣味程度でね行かれるのはいいかと思うんですけれども、悪いことを言われても惑わされないということをね、あと大金をつぎ込まないということですね。気をつけられたらいいかなと思います。もう2月はいよいよ総会もなんですけれども、その総会の翌週が宮崎講演会で、先生はじゃあ総会終わられてからすぐ宮崎に行かれるんですね。しかも陸路なんです、私いつも飛行機じゃないですね。飛行機じゃないんですよ、ですから陸路なんでかなり時間かかりますのでね、宮崎は遠いのででも宮崎講演会、やっぱり2回目なんですけどね、以前は日向市というところでやらせていただいて、そうしたら宮崎の人は宮崎タイムというのがあるっていうことで、すごいこう始まってもね、席が埋まらないんですよ。でゆっくりとすっごいゆっくりと遅れて来られたり、もう半分ぐらい終わってから来られたりとかですねいろいろあったんですけど、でも宮崎の日向市というところでその講演会させていただくちょっと前に、前お話ししましたがね、すごい大嵐があって、でその会場がホテルだったんですけれども、そのホテルの敷地内に、岸壁がありまして、でその岸壁の石が嵐で削れて、その岸壁に観音様が海に向かって祈ってる姿が現れたんですよ。話しましたかね。それで写真もあるんですけれども、写真はでも多分ブログとか載せたことないと思うので今度載せようかなとか思ったんですけれども、その写真実際撮ったんですね。そうなんですね。でその時ホテルにホテルの方曰く有名な霊能者の方が来られてて、本とかも出してる霊能者の方が来られて、この観音様出たのは意味ありますかって聞いたら、近々この土地にすごい人が来ますと言われたって言われて、なんかそのホテルの方があなたのことだったんでしょうかとか言ってくださったんですけれども、何かちょっとよくわからないですけど観音様のお姿が現れたっていうのはその土地を守ってくださっているということでもあるので、とっても綺麗な海岸沿いのねホテルだったんですけれども、今回はまた日向ではなく宮崎市内で初めての講演会ですので、また宮崎のね土地の神様にも祈らせていただけたらありがたいなと思います。新燃岳もありますし、やはり宮崎いろんなこともね起きていますので、南から始まるって言われてますので、どうか南のね地の神様みんなと一緒に祈らせていただきたいなと思います。また3月13日は、広島スペシャルセミナー、こちらもね、4次元からのゲスト、今回は石原裕次郎さんですので、お楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye!